弘中正樹さん、当時5歳。爆心地からおよそ 3.5 キロ離れた小井町の自宅近くで被爆しました。8月6日の朝、父親を見送り近くの川で遊んでいた時に鋭い光を感じました。その後見た黒い雨と被爆者たちの無残な姿、焼けただれた姿で帰ってきた父の背中を思い出すたびに悲しみがこみ上げるといいます。その記憶を次の世代に伝えるため、自らの体験を絵にし語り継ぐ活動をしています。私の記憶ではね、朝8時ぐらいだったかな、7時半頃だったかな、母親と一緒に父親を玄関から見送ったんですよ。そしてその朝はね、ほんま快晴で、もう真っ青な空、そういうきれいな空だったですね。それからが、自分の行動に移るんですけどもが、父親を送った後、もうすぐ私は近くの20メートルほど離れておる小川ですね、ここへもうすぐ行って手を見て遊んだんですよ。母親はもうその後すぐ当時は戦争中ですから配給をもらいに行かなきゃいけないんですね。だから母親はその鏡の前で化粧をしておったんですね。川へもう行って手飴持って遊んでいた。その折に8時15分にそのすごい光が発射されたいうかね、何ですか、光線が走ったんですね。もうその瞬間はですね、もう周囲がもう真っ黄になりましたよ。真っ黄いうかね、オレンジ色に変わってしまった。それは私はね、もうその折はね、ちょっと背中を向けとったから、だからそれでも目の前がもうオレンジ色にパッと変わるわけですからね、それは目をつむりましたよ。その後に起こったことが原子爆弾がその炸裂した音、鈍い音ですね。それがほんま3秒か4秒言いますか、オレンジ色の色が変わるか変わらないか、なくなるかなくないか、その折に音がドンと鈍い音がしたと同時に爆風がやってきたんですよ、私に向かって。もう身構えると同時にね、もう爆風が来たのはびっくりして後ろへ転げました。もうすごいもう茶色なもう色でね、音を立ててやってくるんですから。ですから確かにその爆風の圧力 3.5 キロ離れてよってもそうなったんですよ。小さい体を後ろへ転がすぐらいのね爆風ですよね。もうそのね、もうびっくりしました。少し 2,3 分でもあったです。母親が家から出てきて、私の川の上橋の上から先早く防空壕へ避難しなさいと言ったんですよ。それで私はそれを聞いてから母親の姿を見ると、防空頭巾をかぶって手にタオルを巻いてね、それで妹を抱いて、それで橋の上をもう今の防空壕へ向かって走っていきました。その折にね、何かを感じたんですよ。そういうような行動、母親もそういう行動で走ってきおるし、その近所の人がいろんな騒ぎがあって、そういう方も皆その防空壕へ向かって走っていかれたんですよ。
だから私もこれは何かあったんだなということはそのに感じて家へ帰ってみました。家へ帰ってみるともうガラスが皆バッともう壊れてしまって、で畳の上にザーッと散らかったでしょ。だから家へもう入れなんだんですよ。そこでそこに初めて大きなことが起こったんだないうことを自分で初めてね感じましたよ。防空壕へ行ってみるとね、もう町務内の人でいっぱいでもう入れなかったんですよ。それで私が入り口の縁で「お母ちゃん」言うてからね、何回も言うても返事が出ん。そうすると前のねおられたおばさんが「弘中さんのお母さんはもっと上の方へおられるからもう少し山道を上がって横穴があるからそっから入んなさい」言うて、だから多分うちの母親もその横から入ったんでしょうね。だから10メートルぐらい上ですけどもが横から入ってみたらちゃんとね穴があって、その奥の方へは母親と妹がおりました。まあ夏ですから暑いですがそれを我慢してね長時間おりました。私は横穴から入ったでしょ。で横穴から横を見るともう真っ黒い雨が降っておったんですよ。それがもう夕立のごとくですからね、ザーッと長時間降りましたから、もう私は自分の記憶ではねもう10時頃から降ったんじゃないか思うんですよね。で午後を過ぎてもなかなかやまない。そして山際の道のほとりは真っ黒い水がガーッと流れ落ちしね、それはもう外へはもう出られなかったですね。それはもう真っ黒い雨でね、空が真っ黒になってるしね、で雨が黒いんですから、まあそうなのを見ましたが、私たちはもうそのにはもうもちろん穴の中に入っておりますからね、直接は当たらなかったんですよ。で3時から3時半頃になって小雨になってきたから消防団の方がもうみんな家にぼつぼつ帰ろうやというようなことが言われておのおの家へ帰ったんです。家に帰ってみたらね、もう私らが3時半ごろ帰った折はもう被爆者の方がね被災されて全身もう真っ赤になってですね、やけどをされた方がもう玄関から入られて部屋の中へもう4人入られてね、その姿はねもう本当に見たことのない姿ですから、もう全身顔の方から真っ赤になってこう皮膚が皆こうぶら下がっておりましたからね、この顔の方からずっと顎の下へこうね。でもう夏ですから薄着をされとるから疲労も胸の方から皆もう焼けてしまって、なんか着ておるものがもうボロボロあるだけでね、本当前から見たらなんかベルトの辺だけこうの下の方がちょっとこう布があるような感じでね、気の毒でね、そんな姿を見たことがないですから。だからねびっくりしました。ですからもう水をね私たちはもう何杯もあげましたよ。母親も杓であげたりね、コップへ大きなね水あげたりね、ほんまね大きな茶碗入れてあげたら喜ばれてね、何回も何回も「ありがとうありがとう」言われましたね。後から話を聞くと水をあげたらなくなるなとかいうようなことも後聞くんですけど、本当に誰でもあんだけ全身やけどをしてる人はね、ほら水が欲しくてたまらなかったと思いますよ。それまでよく我慢されとったなと思ってね。弘中さんのお父さんが恋の小学校で休んでおられるから迎えに行ってあげてくださいってから教えてくれたんですよ。
それからまあ母親も私たちもちょうど支度をして、そしてまあ小学校へ向かうんですが、ずっとこう下り坂ですから、当時はまず舗装されてない道ですからね、ずっとこうあそこ学校までが約500メートルあるんです、家から。だからその間をずっと3人で、まあ、歩いて降りるんですけど、その500メートルの間にですね、もういっぱいその被爆された人がもう本当にもう姿を見れば本当にお化けのような感じですよ。もう本当に人間いう姿でないですからね。それからもう道端にも座っておられる人もおる、まあ、倒れた人もおっちゃったんですが、もうようよう坂道を足を重たそうにね歩いて上がってこられるんですがね、その一人一人の顔を見ながらずっと降りていったんですよ。まあ、お父さんですか。でこう一人顔を見んと確認できぬ。でそうなのを見ながら、まあ中へ校庭入っていって、校庭はもう大混雑で、山の添えは2つの防空壕がありました。で防空壕はもういっぱいでね、もう次々運ばれてきて、まあ、母親も探してももう見えないからもう帰ろうと言って我が家に向かったんですね。まあ本当に私も寂しい思いをしましたが、母親はどんなに気持ちだったんだろうかなということを私も感じます。そして家へ帰りました。そうしたらね、私たちも炊事場の方の勝手口の方から入ったんですよ。そうしたらね、親父が座っとったんですよ。その姿を見てびっくりしました。本当にもう皆さんと同じようにね、全身やけどで、これがお父さんかな、びっくりしました。父ちゃんどうしたんかいうぐらいの会話して上がったと思います。まあ母親もびっくりしてからね、涙出してからどうして話しておりましたか。まあ親父もわしも帰ってみたけど誰もおらんからわしも探しとったんじゃというようなことは言おりましたね。でその姿はもう頭の毛がもうボソボソになってね、顔の方からもう真っ赤になってね、こんな他の人と同じような姿で、私もね涙が出ました。まあ母親も、まあ、帰ってきたような話かも多少あったでしょうが、自分の主人の姿を見てびっくりしたでしょうし、悲しんでいましたね。タオルで拭いてくれ、水をくれとかね、いろいろ言われましたが、母親も一生懸命濡れたタオルで体を拭いてやったりね、水を与えたりしておりましたよ。背中がね、もうそれこそひどかったんですね。いうのは通勤電車の中でね、多分立てとったか座っとったかわからんのですが、背中を全身にやられておりましたから、頭から後ろを全部やられておりましたから、ここはもう皮膚がみんな落ちて中の身が出て真っ赤っかになっとってありましたからね。それを持ってきて電車のガラスが突き刺さっとるわけですから、まあとにかく焼けただれた中へ今のガラスの破片がね入ってるわけですからね、
まあこの姿を見て私もまた背中を見てびっくりしました。まあ、その折もなんか会話をしとる思うんだけど、まあ、それはその後から、まあ、父親も一応手当てをしてもらって、もう疲れとるから早く寝たいんだということでね、もう下はもうガラスもないし何もあるないから2階上がるって、まあ、2階上がれば一段高いしまだ少しは安全だいう気持ちがあったんでしょうね。で2階で寝るからいうことで階段をこう登ったんですよ。で階段が上がった一番上でお父さんが私を呼んだんです。朝日、足の背中へ突き刺さっているガラスを抜いてくれ言ったんです。私もこの辺はもうびっくりましたが、それは何か抜いてあげないけんなと思ってね、もうお父さんは一番上の階段の上に座って、そしてろうそくを親父は持ってね、その光で電気はつきませんから親父がろうそくを持ってね、抜いてくれ今思ってみるとね、2センチぐらいこう出とるんですよ。色あってもつぶつぶ滑るだけでね、ビュークともせんのですね。だからその折も会話したもんだけど、父ちゃんもう力を入れて握っても滑るだけで抜けないよと私は多分言ったと思うんですね。そしたらお父さんが言ったことに、正木ならペンチを持ってこいと言ったんですよ。はあ、ペンチか。ペンチは1階の道具箱の上ありますから、ペンチを持って上がりました。そしてペンチを持ってですね、ガラスへ挟んで、挟むも5歳の手かペンチが大きいかどっちかわからんような手ですよね、まだ。ですけど、5歳の手でもペンチを一生懸命握ってね、こう抜こうと一生懸命力を入れて、ね、やったんですけどね、もうびくともせなんですね。何回も何回もやってみて、先の方がチン言うて言うのを覚えとるんですよ。一箇所だけでね、少し大きく出たとこを挟んでちょっとやったら一番先の方でもちょっと割れたんかもわからないですね。ああ少し取れたんだなというようなことで、私の手にはもう子供の手には全然手に負えないから、父ちゃんもう僕には取れんよと言ったと思うんです。そしたら今度母親に変わったんです。母親が本当にどの程度抜いたか私も見ておりません。分かりません。私よりは力がいいから少しは抜いたと思うんですがね、そういう処置をして父親はすぐ多分横になったと思います。そういうところまで私たちはやったんですね。でその折にね、やっぱし後からそういうことを思えばですね、人間はやけどを体の3分の1をしたら大体なくなるらしいんですね。だから自分の親父は全身やけどですから、もう多分自分はもう時間の問題言いますか、自分の命はもう短いいうことをね知って、そして私に背中を見せたんかなというように私は後から感じたんです。わしの被爆の背中の状態はよく見とけと、原子爆弾でやるとこうなるんよというようなことを見せつけたんかなというふうに私は感じたんですね。そしてそのまま母親に僕のお手伝いしてもらって、私はもうその後は寝てしまいましたね。生きておるのは明くる日の午後までですからね。ですから
朝起きてみたらもう母親がお父さんのそばに寄って思いかなんか飲ましおりましたからね。懇意にしておった町内会の会長さんで貞盛さんいう方がおられたんですが、そのとこへ話しに行って来てもらってね、母親とその町の会長さんが一緒に見守っていましたよ。そういう中でだんだん容体も悪くなって、そのに私はね父親のそばから離れたんですよ。悲しい面もあるし、そして町内会長さんも来てくれとるし、そういう人がおの前で自分が声を出して泣くとか悲しい姿を見せたくなかったんですね。町内会さんが来てくださったから、私はもうその場を離れて外の軒下まで行ったんですがね。で軒下で母親たちが会話書の声も聞きました。母親の方から「正樹早く声来なさい、お父さんがもう亡くなるよ」というふうなことをね言って、私を何回も呼んだんですよ、部屋の中から。でも私もしょうがないこらえながらね外で泣いておったんですが、亡くなったよいうことをね母親が言った俺には本当に悲しかったです。本当に親と別れることがねこんなに悲しいもんかな、辛いもんでかなということを悟りました。でも私はね良いかなんだんです。お父さんの顔はきれいだったですよ。その今まで苦しかった姿がないんですね。自分が苦しかったからもう精一杯生きるために辛かったんでしょうね。その姿ばっかし見とりましたから。で亡くなった後にそばに行ってみたらね、やっぱし魂が抜け取るいうんか、とにかくもう痛みがなくなっとるから、本当の今まで一緒にいた俺の楽しかった俺のこの姿の顔の表情にね戻っておりました。来る日は火葬せないけんですよ。これが大変だったんですね。ですから町内会長さんがリヤカーを持ってきてくれました。そして父親はですね家の戸袋を外してそのリヤカーへ板を置いて、その上に父親を乗せてですね火葬場まで運ぶわけですよ。私たちが町内会社3人でね、夕方になってね一斉に火をつけるようになってたんですよ。あれは確かね6時か7時頃にだったかな。ちょっと薄暗くなりかけですからね。でその折に母親が「先お父さんに火をつけなさい」と言ってマッチを私に貸してくれました。で火をつけるにもその下の穴ぐらい下へ入らんとつけられなかったんですね。で下へ降りて少し松葉を火をつけるのにこう固めてね火をつけたんですが、そして
火がずっと明かり出してね出てたんですが、そのにはもう一斉に火をつけましたからね、すごかったですね。それでその焼けていく姿を見てですね、本当に、これが本当のお父さんとのお別れかいう感じを受けましたね。あそこで手をみんなで合わせて、それでみんな火をつけてみんな家に帰ったんですよ。そして家に帰って山の方を見るとね、山の中間がね真っ赤になっておりました。いうのが、その火葬場がね全部たくさん燃えておったんですね。たくさんの方がいっぺんに焼かれたんですね。それでこの日朝、母親と私と長男さんとですね、骨拾いに行ったんですよ。骨拾いに行ったらね、私はびっくりしたんですが、こう行くのを見ても山の中腹はね、夏ですから霧がずっとあるんですね、山の中間は。その中で焼いてあるわけです。でその黄色の中でその焼き場の上だけが黒い、霧が黒い。これに私はびっくりしました。不気味な感じが、気持ちが悪いいうかね、横の方がまだ白いんですけど、焼き場の周辺だけがね黒いいうのは、こう煙とね。で私はね、本当にたくさんの人を焼いておるから、本当に人間の何かが漂っとるんじゃないかなという気持ち悪さ。本当にいろんなことを言えば、こんなことで自分が亡くなって焼かれてしまって、本当に無念な気持ちだけで、そういう無念の悲しみがですね、涙がそこへたまっとんじゃないかなというような感じを受けましたね。8月の23日に福山へ出たんですね。でその中でもう列車の中入れんから、石炭車の上にみんなね乗って、そして福山まで帰ったんですよ。それが今の石炭がいっぱい積んであるから、もうとにかく寝そべるしかないんです。みんなね8人寝そべって、貨車のほとりへ足をこう置いてね、こう振り落とされないように一生懸命もう足でこう手を割ってね乗ってから運ばれて帰ったんですよ。もう煙突じゃないが、トンネルの中はもう、それがもう広島からね宮良へ出るまではトンネルが多いでしょう。あれね、私もくたびれました。もうしょっちゅう「おいまたトンネルだトンネルだ」で、もう梅煙がすごいですから。でもうね、目を押さえ鼻を押さえて口を押さえてね、こうしてね、息を止めてから帰りましたがね、煙突トンネルの中へ大出しましたが、最後のトンネルまで抜けた折に、本当にみんなの顔がですねすすだらけになって、もう体もなってるから、みんなそこで人の姿を見て笑ったんですよ。これがね初めての笑いで、8月6日の状態からずっと23日までね笑いがなかったんですよ。この悲しみから遠のいて、何日間の苦しみをそこでその笑いで逃げたかなというふうに思いました。戦争は絶対いけないと思いますね。そのためにはやっぱし話し合いをせなきゃいけない。戦争になる前までね。でもう徹底的に話し合いをして解決をつくもんならつかないけん、戦争は絶対ダメよというようなこと。そしてね、私たちはもう原爆によって
痛められたんですね。みんな父親が取られて、みんなたくさんの方がね亡くなった。ですからこの原爆いうものはね絶対使ったらいけない。これは本当にこれをね、今まで使って広島中でこうなりましたが、みんなも知っても戻るんですけれどもが、本当にこれを二度と使うと、地球の破滅、そして人類の破滅、こうなりますからね。